最初は大人のクラスも日本語の基礎ってありますよね。あれを使ってたんですね。で子供も信じられないことに最初のうちは子供も教科書配ってて一人一人持たせてたんですよ。それであれ使って教えて、最初は私が子供クラスに入った時は八代さんのクラスじゃない他のクラス入ったんですね。それで私はその教科書なんか開かないで同じようなことを教えるのにゲームやったり絵を使ったりして勝手に教えてましたで八代さんのクラスは日本語の基礎の文系をこう抽出して、それをなんか今日多分持っていらっしゃると思いますけども、そのドロドロになっちゃったって言ってましたけど文系でそれに付け加えたなんかカリキュラムっていうものを作って、それを元にずっと使ってました。本当に手作りで。そうです。で訳もみんな子供に関しては素人だったので、そこで教えてる人たち手探りでやった状態ですよね。カンボジアかわいそうでしたね。虐殺されて子供たちみんな親がね、でそれもみんなインテリの子殺された本当の難民の子で、ね、かわいそうだった。勉強したこともないんだし、母語で読み書きもできないんだし、時計だって見たことないかもしれないしね、全くなんか分かんないですよね。だからでも今から考えるとね、あの子たちよく我慢してたなとか、そんな見学が絶えないんですよね、初期の頃はね。国連から来たとか松下なんとか塾とかができて、そこの研修生とかね、でいろいろ私も考えて、で他の子どものクラスのがあった時なんかみんな合同で朝は庭に出して体操するんですよ。ラジオ体操第一っていうそれで何ですか、集まれとかね、だから走れとか、それから1234とかってするあたり体操終わった後何ですか、ラジオ体操第一が終わった後みんなカードを作ってなんかね、夏休みのみたいにそういうふうに思いついた人もいて、みんながいろいろ知恵出してくれてね、ハンコをしてあげて、でその後なんか縄跳びしたりで、縄跳びした時に1234とかって教えたりで、走りますとかって一緒に走ったり、おしくらまんじゅうとか、何やったかいろいろやりましたよね。もうあれだその日によってせっかくこんな貴重な体験にしたし、なんか少し形のあるものにまとめてみたいなっていう思いがあって、で八代さんに教科書を作りませんかって言ったら、あなたもそう考えてたって言われたんです。じゃあ八代さんもそう考えてたんだっていうことでスイスイスイっといきましたね。とにかく子供は喜びましたよね。なんか表紙の絵が可愛いじゃないですか。だから女の子が7歳ぐらいの子がいると自分だと思うらしいんですけど男の子もねぐらいの子がいるとなんか自分だと思ったらもうすごく喜んで、それでやっぱりすごく落ち着きましたよね。先生だと落ち着くし、おしんっていうのをやってたんですね。そうして主演の人がおしんをやった大人の人が田中優子さんっていう、それを私は田中宏子だとずっと思い込んでた。それでおしんみたいにもうしっかりねあれしてほしいなと思って、私は宏子ってやったんですね。あとは例えばあげますもらいますって言った時にただ架空でやったんじゃダメだから、実際にやっぱり飴とか鉛筆とかね、後で返してもらうんじゃない、みんなはなんか本当にあげるもの本当にあげなきゃ分かんないですよね。なんだかやり取りがね、そういうのでも可愛いんですよ。そのあげるとね、妹とか弟とか勉強しない子いるじゃないですか。と先生っつって持ってっちゃうの。中古の話は欲しいが学習項目ですよね。で難民の子供たちに何が欲しいなんて聞くのかわいそうだと。そうだってないじゃない。だからああいうお話にしたとおっしゃったのよく覚えてますよね。なるほど。やっぱかわいそうなんですよ。さっきの飴じゃないけどあげるとね、妹たちに持って帰ってね。でも結構ひろこさんの家族って上流階級ですよね。それ
中ぐらいじゃない。だんだん立派なうちに住んでて郊外あ、でもちゃん書いたからいけないでしょ。お母さんがお医者さんでとか。あ、そう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 。だからそういうのは良くないっていう声もあったことあったんですけどね。それでニーニーは一般すごい庶民的な。ああ、しげる君の一族ね、共働きしてね。出してこようねってこと。でもやっぱりなんかあれでしょ、楽しくなくちゃ。楽しくてまた温かみ暖があるね。かくて楽しくなくこれちゃ。全然違う話なんですけど、他の教科書を書いた人が一緒に最初組んでた人がこんなのはもっと留学生なんて厳しい生活してんだからこういうのもっと出したいとか言って、私はそういう夢のないような教科書を出すのは嫌だって言って喧嘩別れしてやめる話もありましたからね。